速報です。2026年4月28日、アンソロピックのクロードとオートデスクフュージョンが公式に連携しました。これがどういうことかというと、クロードがこのフュージョンという CAD ソフトを直接動かして設計までやれるようになりました。両者が描く未来ははっきりしています。アイデアが止まらずに完成まで届く世界。センスと想像力は人。面倒な反復作業は AI。その最初の一歩です。これまで頭の中の形を寸法通りに作るには CAD の習得が必要でした。それが普通の言葉で頼むだけで済むようになってきました。言葉で設計してそのまま印刷まで、その入り口が見えてきました。3D モデリングをする私たちにとってはこれが革命かもしれません。今日は本当にどこまで使えるようになっているのか、4つの事例でその場で確かめていきます。オートデスクフュージョンをお持ちの方はぜひ手元で一緒に試していきましょう。アンソロピックは今回 Adobe、Blender、オートデスクなど9つのクリエイティブツール向けのコネクタを一斉にリリースしました。オートデスクフュージョンはその一つです。アンソロピックの考え方ははっきりしています。AI は人のセンスや想像力を置き換えない。面倒な反復作業を肩代わりしてアイデアの革新に集中できる環境を作る。オートデスクは今回の連携をアイデアが止まらずに完成まで届く世界への第一歩と位置づけています。このコネクタの仕組みは MCP という企画です。いわばクロードがフュージョンの中で動くための共通の言葉というイメージです。これまでもコミュニティの有志が作ってきた連携ツールはありました。今回は公式が対応したので連携がぐっと簡単になります。公式のコネクタのセットアップはこの流れです。その前にオートデスクフュージョンを最新バージョンにアップデートしておいてください。フュージョン側は環境設定の一般 API を開いて Fusion MCP サーバーがこのデバイスでローカル実行されますのチェックボックスをオン、適用して OK。これだけです。一つ注意点があります。この連携にはクロードデスクトップアプリが必要です。ブラウザ版のクロード AI では接続できません。まだ入れてない方は先にインストールしておいてください。クロードデスクトップ側の手順です。チャット欄のプラスボタンを押してコネクターズを開きます。フュージョンを検索して見つかったらプラスボタンでインストール。その後コンフィギュアを開いてツールズの権限ですね、フュージョンエグゼキュートとか MCP リードアップデートなど全部許可します。これで OK です。さあ始めていきましょう。最初の実演はシンプルな形です。フュージョンを使って底面が10センチ ×10 センチ、高さが10センチのピラミッドを作ってと入力します。ごく普通の日本語で指示するだけです。ピラミッド出てきました。これぐらいならクロードに頼めばすぐできます。次は自分が作ったモデルをクロードに手伝ってもらう使い方を見ていきましょう。まずはフュージョンでこういうマスを一つ自分で作ってみました。中がくぼんでいるので辺の数は全部で24本。この24辺全部にフィレットを入れたいな。けど面倒だな。そこでクロードの出番です。クロードへの指示はこれです。ここで1点ポイントです。やりたいことはある程度具体的に伝えないといけません。全部のエッジを丸くしてだけだとクロードもどう動けばいいか分かりません。外側は 3mm、内側は 1mm と寸法まで明示してあげます。そうするとクロードが24辺全部に丸みを入れていきます。面倒な操作をクロードがそのままやってくれましたね。自分で作ったモデルにクロードが手を貸してくれる。こうやって共同で作業ができるということです。今度は画像を渡してみます。この犬のバッジと同じ形をフュージョンに作ってもらいましょう。プロンプトを入れて結果はこのようになりました。あれ？幾何学的じゃないものはまだ難しいようです。
画像を渡してそのまま 3D モデルに起こすところまでは今のクロードとフュージョンではちょっと届かない感じがします。ここで大事な考え方です。何を AI にやらせて何を人がやるか、ここが重要です。クロードは何でもできるわけではありません。苦手なことを知っておく方が上手な使い方につながります。最後に 3×3 のキーパッドに挑戦します。ここからがこれまでの実演とちょっと違います。複雑なものを作るときはいきなり作ってと頼むのではなく、最初に構造と仕様をしっかり伝えます。3×3 のキーパッド、スイッチはむき出しです。構造はボトムプレート、スペーサー、キーマウントプレートの3層、それぞれの関係も言葉で明示します。そして最後にこう言います。不明な点は推測しないで全て質問して確定してください。これがわざとの指示です。クロードがこちらの設計意図を読み取って不明点を質問してきます。その質問に答えると、そこからクロードが設計を始めるという流れです。そして不明な点がなくなると、クロードがどんどん作り始めます。ボトムプレート、スペーサー、キーマウントプレート、3層のフレームが出来上がりました。今日本当に作りたいのはここまでです。フレーム部分だけ。ただこれだけだと完成形のイメージがちょっと伝わりにくいですよね。完成予想図としてキースイッチとキーキャップもクロードに作ってもらいました。ただこれらはあくまで参照用なので、本体とは別のコンポーネントに分けてもらっています。実物らしく本物らしく見せるためにクロードに色をつけてもらいます。プレートは赤、ベースはネイビーブルー、キーキャップは青みがかったグレーで、キースイッチはクリーム色。最後はレンダリングです。実はレンダリング自体はクロードはちょっと今回うまくいかなかったんです。なのでやり方をクロードに教えてもらって、こちらで手動でやりました。そうするとレンダリングまでたどり着けて、こういうのが作れるんだというのがわかります。今日は4つの実例でクロードとフュージョンがどこまで動くかを試しました。面倒な反復作業は AI に、アイデアの革新はこれからも私たちが握ります。オートデスクとアンソロピックが描いているのは、アイデアが止まらずに完成まで届く世界です。今回の連携はその第一歩です。クロードがフュージョンを直接動かして設計までやれる 3D モデリングをする私たちにとっては、これは革命かもしれませんよね。STL 以降の流れは従来通りで、アイデアから印刷物までその入り口が今見えてきました。このチャンネルでは 3D と AI の検証をこれからも続けていきます。クロード、フュージョンでどんなことが可能になっていくか、一緒に楽しんでいきましょう。もしこの動画が参考になったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。